2024年11月2日、2021年以来3大会ぶりの制覇を目指す名古屋グランパスと、初タイトル獲得を狙うアルビレックス新潟の対戦となったルヴァンカップ決勝。新潟からのファンらが多く駆けつけることが予想され、上越新幹線は増便。大雨の影響で東海道新幹線が遅れ、 X ではサポーターの阿鼻叫喚の報告が並び、試合前から波乱含みとなったこの決勝戦。なんだかんだで観客数は6万2517人と、同大会の最多入場者数記録を更新するほど盛り上がった。ネットの反応。すごい数の新潟サポーターが集まってきている。他サポの大半は新潟応援だろうな。今日は基本的にサポでもない場合は判断びいきするのが人情なんだから、町田は新参だからいじめられてるみたいな主張はおかしいってことだな。新潟が勝ったらカキピー安くなる？ハッピーターンの粉が増える。そろそろ車買い替えたいんだけど、名古屋勝ったらトヨタの車安くならないか？これやったら一気に名古屋応援増えるな。新潟駅カオスだったらしい。ほとんど人いなくなるんじゃねって言ってて笑った。新潟民が東京をジャックする日。民族大移動レベルだ。去年の福岡みたいな応援広告とかはないんだろうか。なぜか新潟県警が応援告知出してるぞ。新潟はあるっぽい。ぶりおいしそう。今日はチキン味噌かつ弁当かな。ランゲラク優秀の美 VS クラブ史上初タイトル。東海道新幹線が死んだようだ。新国立にたどり着けない名古屋サポ多数だろうなこれ。新幹線新横浜で止まってるから、在来線で向かってる名古屋サポが結構いるみたい。静岡駅でも止まってるらしい。当然その後は無理。両チームスタメン発表。小島は怪我か？移籍絡みか？小島は移籍だな。ルヴァンでは小島を使わないナメプだぞ。ルヴァンの阿部はクリーンシート4回だからな。これ小島名古屋移籍の布石だろ。長倉ベンチなのか。長谷川健太監督。ルヴァンカップ歴代最多6回目の決勝2勝3敗。ガンバ大阪優勝2014、FC 東京優勝2020。勝てばオズワルド、オリベイラに並ぶ最多優勝監督。試合開始。開始早々面白い試合。チャカチャカからのわちゃわちゃ。早くも一方的な試合やん。今日はいい新潟か。新潟おもろう。新潟ノリノリだな。新潟が持ち味出してきたな。チャッカー最高だな。名古屋がワンチャン決めそうな試合だな。長ポン一発で決まりそう。後から山岸もユンカーもパトリックも3種のポンは怖いよ。スタンダール長い。スタンダール小野。おねオフサイドでも決めるおじさん。オフサイドでも決めろ。オフでも決めろ親父。涙。やらかした。はやぶさ来た。やらかした。うわちゃかった。ああやっちまった。めっちゃナイスパス。やっぱやらかしおった。黒田監督草。ナイスアシストすぎる。もったいないな。マースタートから名古屋は狙ってたよね。言うたら新潟はこれ織り込み済みでやってるからな。要は問題は新潟が名古屋を崩せるかどうかよ。来た。はい終了。名古屋来た。はやぶさ MVP。新潟終わった。終わりだ。泉よく出したな。後半。名古屋はまだベンチにユンカー、山岸、パトリックがいる。これ健太続投ある？ルヴァンを取ってクビになったマッシモの話する。まあボール回してプレスに来るだろう。相手を疲れさせたかったんだろうな。名古屋もそう来るの分かってて、メリハリつけて行く時は死ぬ気で行くって感じ。スペインのセンターバックすら恐怖のずんどこに叩き落とす。
はやぶさプレスがまた日の目を見ることになるとは。ユンカ、ちょっとラーメン食べてくるわ。ホーク県行こうぜ。タイトル取るって大変だな。来ね惜しい。うめえけど正面。新潟、後半の入りはいいぞ。良い攻撃なんだけどね。これ決めないと。来ねえ。そこで宇宙開発。うわ、新潟らしかったな。今のは。え。後半開始直後のと今のとどっちかでも決まってたらな。ランゲラックだけ。ランゲラックすげえな。これ穴埋めできないだろ。素晴らしい。この身体の強さよ。ランゲラックの代わりに権田だな。岩田から川島を取る可能性も。だいぶ遠回りして名古屋の正ゴールキーパーをやるわけか。楢崎ランゲラックとゴールキーパーに困らなかったクラブ。来た。おお、完璧。見事。ダニーロ・ゴメスいいぞ。さすがダニゴメさんや。ゼロは危険なスコア。面白くなったぞ。ほら、結局決めるのは谷口だよ。谷口は決めるね。いいシュート。すげえシュート。めっちゃ勝ってるね。ランゲラックうめえ。悪、言ってたな。ダニーロ・ゴメス躍動しまくってんな。今のランゲラックじゃなかったら入ってた。ダニーロ・ゴメスこんな良い選手だったのか。とにかくダニーロ・ゴメスに集めろ。当たってるやん。減ってるな。やらかしたな。 PK あるんじゃね。 V A R V A R。 おみが避けようとしたとこな。かけちゃってるもんな。いや、これ蹴る方もかなりプレッシャーだぞ。そしてランゲラックが止めるんだよ。同点。うめえ。ランゲラックは伝説になり損ねたな。延長戦楽しもう。延長戦。新潟ももうギリギリだな。ここで名古屋リードするんかい。中山よかったな。中山が決めるんかい。あっさり。こういうのが後々聞く。中山劇場かいな。中山救われろ。これはお名挽回。嘘じゃんおもろ。おみちゃんよ。コミュニトー兵。パーフェクトカウンター。ゴミハットトリック来るか。しっかり決めたな。長倉お見事。元地域リーガーのプレーじゃねえよ。神試合か。ゴミが2点取るとか。雨降るぞ。 PK 戦。うわー外したやっちまったな。得点王。ランゲ行くのか。ランゲラックが蹴るんかい。ランゲラックうめえ。普通にうまくて草。ランゲ MVP だろもうこれ。はい、もうあなたが主役です。はい、優勝。山岸リベンジ成功。素直にすげえわ。健太ーオフサイドないか。山岸連覇かよ。ランゲ、おめでとう。ランゲラック MVP かな。ランゲラックは良い思い出とともに帰国できるね。いい試合だったね。ただ PK は強者が勝つようになってるから。そうなの？ PK って運ゲーじゃないの？運ではないだろう。最高に面白かったわ。名古屋サポおめ。新潟サポも誇っていいわ。激闘だったな。名古屋おめでとう。新潟も頑張った。お疲れ様。伝説のゲーム。いや、すげえものを見た。フランスアルゼンチンのワールドカップ決勝と全く同じ展開という神試合。いい試合だったな。心情的には新潟にタイトル取らせてあげたかったがな。面白かった。ということで2024年のルヴァンカップは名古屋グランパスの優勝で幕を閉じました。長谷川健太監督はルヴァンカップ歴代最多6回目の決勝でオズワルド・オリベイラに並ぶ最多優勝監督となりました。最後に一言。長倉選手、胸を張って新潟に帰ろう。来年また国立で会おう。大会得点王。だから海外移籍とかしないでね。せめて国内。
翌日、アルビレックス新潟サンクスフェスタ2024ファンと選手たちが触れ合うこの会場で、長倉選手には早速リベンジの場が用意された。そこで外すんかい。なんだこれ、あったけえな。フットボール天国。余談。大宮アルディージャさん、優勝を決めた後でとんでもない試合をしてしまう。同日に行われていた大宮アルディージャ vs ガイナーレ鳥取の試合がすげえ試合と話題になっていたので紹介。前半終了時、鳥取は一矢報いたものの4対1。海外ならお客さん帰っちゃうような点差である。しかし追いつくんかい。結局大宮が勝ち越すんかい。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。